アクションスポーツ TV プログラム Airborne。 自然というフィールドで人がいかに光を感じ水に遊び大地を駆け抜け風になれるか。エクストリームアクションからヒューマンチャレンジスピリッツまで素晴らしい風の世界をクールな音楽とともにあなたにお届けします。超気持ちいい、それが Airzone。 放送は毎週金曜3時。 Now Ride On。Everything was wonderful when you were in my life. Yesterday we were on a roll, baby, then we end up in a fight. Everywhere I look I see problems where I've never seen before. Cracks in the sidewalk. When I get home, my key don't even fit the door. The moon door. 各月間ウィンドサーファー編集長の池谷です。今石垣島にいますが、雑誌のその現場でのねいろんな苦労っていうのがやはり本作りでは一番大変なことなんですけど、まあ今日これを撮影してこういう取材をしましょうと、そういうことを考えても、朝雨が降って風がない、昼間は風があっても例えばここだったら潮が引いてウィンドサーフィンできないで、夕方になると今度はウィンドウできて風もあるんですけど、光がなくなって写真が撮れないみたいな、そういう中でどう組み合わせてね、一瞬の隙をついて写真を撮ってしまったり、そういうのっていうのは本当に臨機応変にやっていかないと、なかなか定期観光物ってできていかないんですね。でもう20年ぐらいやってますけども、ここ5年ぐらいですかね、まあ簡単に言うと勘なんですけど、明日はこれ今はこれみたいな形で、ポンポンポンと割と外しなく、撮れるようになったのは本当ここ5年で、それまではなかなかやはりしょうがないなこのコンディションでこういう写真でっていう妥協はいっぱいありますね。それには常にもう空を見て、特に石垣島とか、前よく与論島とか去年沖縄本島にも行きましたけど、島の天気って読めないんで、地元の人に聞いてもなかなかわからないと、そういう中で、誰の言葉を信じ自分の何の判断を信じ天気予報、天気図その他、全てで予想を立てるんですね。だからある意味では局地的なそういうものに関しては気象予報士の方よりも、ある程度分かる自信はあるし、新しい場所に行ってその場所の天候をね、短時間で把握するってことに関してはまあ自信がつきましたけどね。で今日もいい風吹いてるんですけど、風はやっぱり、一般の人から見るととにかく風が強いっていうのは百害あって一利なしと、人類の歴史ずっとそうだと思うんですね。最近は風力発電みたいな生活に利用するような、術も身につけてきましたけど、風吹いて喜んでるのはやっぱりウィンドサーファーだけだなって今更ながら思いますね。ただこの、他の人はあんまり好きじゃない風というものをひたすら求めていくっていうことは、その人種として考えるとやはり
かなり異端な存在だと思うし、それを求め続けていることによって当然考え方その他、人間的にもいろんな意味で変わって他の人は知らないですけどね、僕自身は変わりましたね。目に見えないその風に合わせて自分たちの、現実的な生活から実際仕事にもしてますし、そういうものをこうどうフィットさせていくかで、やっぱこれは頭で考えるよりもやっぱひらめきとかも結構ありまして、いや明日は絶対大丈夫でしょみたいな、何の根拠もないんですけど、そういうような、予感みたいなものは結構信用してて、で実際それで随分助かってますから、それっていうのはやはりその風に常にこだわってるとなんとなく、風の声が聞こえるっていうのはオーバーですけど分かってくるようになるし、やはり風がないところにいると気持ちもなんか体もねよどんでくるような、そういう風に今なってきてるし、多くのウィンドサーファーの人もそうなんじゃないかなと思いますけどね。結局風がないと地球もね、大気が回らないですから、地球という星は死んでしまいますし、そういう意味でも地球の血液みたいな空気の流れは要するに血液ですから、そういう意味でいろんなところにいろんな栄養その他を運んでるのが風だと思いますから、生活に直接役に立たないからといって、無視をしていくっていうのはやっぱり良くないだろうし、何かの時に結構ね風が分かると役に立ちますよね。ウェーブポイントをね探すっていうのがある種ゲームとしても面白くて、要するにサーファーが結構サーフポイント探しますけど、風と波が揃う場所っていうのを探せるのはウィンドサーファーだけで、実際自分はうまくないんで入れないことが多いんですけど、そういう場所を見つけるっていうのは要するに初めての発見なわけですよね。だからビヨンが旅に出てでサーチという風にしてビデオを作ってたり、その名前を精につけたりしてるのも同じでね、僕たちもそういうものをどんどん探してって、そこで例えばいいコンディションで、そういうシーンが撮れるっていうことは、とってもですねなんか大事なものというか、その時しか得られないみたいなね、特にローカルもあんまり知らないような場所でそういうのがあったりすると、それはそれですごく楽しいというか嬉しいことですよね。で、それの延長で旅っていうものもあるし、本当に俗化されてなくてあんまり人がね行ってないようなところに行けるのがウィンドサーファーの特権でもある。それを十分満喫している瞬間っていうのが、そういうウェーブポイントを知らないような場所のねところで乗ったりすればその瞬間が味わえるってことだと思いますけどね。で、石垣にも実は当然リーフがいっぱいあって波があります。で、今もちょっとそれを探しに来てますけど、ここもねなかなか今日も波立ってますけど、風がサイドで入って、波もちょっと今サイズ落ちてますが、なかなか面白そうな場所があって、で今回ロベールテリテを来てますけど、ただ今日はちょっと朝早い時間に撮ったらしいんですけど、ぜひね明日にバチッともう一度乗っていただいていい写真映像を撮れたらいいなと思います。こういう場所は日本にもいっぱいあると思います。もう皆さんもどんどん探していただいて我々に教えていただければ、こういうのが上手い人だけの話になっちゃうとねなかなかウィンドサーフィンも盛り上がらないんですけど、そのレベルに合った、隠れた場所みたいなのがきっとあると思います。自分なりのそういう場所があればそれでまたウィンドサーフィンが一段楽しくなります。でもウィンドサーフィンっていうのはね、雑誌作っていく上でその
ウィンドサーフィンをどうなんですか表現していくかっていうのはやはりなかなか難しいですね。フレーニングする感覚っていうのを、写真にしろ言葉にしろ表現をするっていうのはやっぱり限界がありますよね。かゆいところになかなか手が届かない。やってる本人それがその時感じてることっていうのがやっぱり一番リアリティが高いわけですからね。それにできるだけどう近づくかっていうのが、雑誌としては難しいところですけども、ただ情報を並べるような雑誌よりもやっぱりそういう実際乗ってる瞬間の実感がねできるだけ分かるような、あるいはそういうところに行ってみたいとか、その瞬間を味わいたいとか、そういうふうに思わせるような、ある読者にはモチベーションが高くなる雑誌ですねという言葉をいただいたことがあるんですけど、自分にとってはすごく嬉しい言葉でしたね。ただ情報だけ意味がないものを並べても受け取り側がどう解釈するかって難しい問題がありますから、それよりもやっぱウィンドサーファーとしてのその感性というか、その認識に近い情報、時には加工もして、言葉とか写真とかでねどれだけ現実に近づけるかっていうのが一つと、時には現実を超えたような、なんか別の意味で超えたような記事なり表現ができたらば、それはそれで雑誌として面白いなと思いますね。そういうのはなかなか一般的な雑誌ではできないことなので、我々専門誌の特権かなと思って、その辺は楽しいですね。すごい充実感がありますから、今回も石垣のこの実感体験しているこの時間の中のね、この実感というものがね、どれだけ記事に出せるかというのも難しいところですけど、頑張ってみたいと思います。It's up to you.